やっと戦いは終わった。これで死神はお役御免ってわけだ。これからのことなんかまだ決めちゃいないが、まあゆっくり考えればいいさ。そのための時間はたっぷりある。そう、俺たちは生きているんだからな。ルートリッター、こちらクラッカーエスコート。 OK、 確認してる。嫌いか？こいつはガンダムだ！死神が地獄から舞い戻ってきたぜ！コロニーにとって俺たちは邪魔な存在になっていた。だからっておとなしく引き下がるつもりはない。俺は俺の意志で戦うことを選んだ。だったら納得がいくまで戦ってやる。どうだった？ダメね。新しい輸送計画の情報はないわ。オズだってバカじゃない。警戒を強めたのさ。ここらでバルジでも叩きたいとこだけど、まだまだ先になるな。ディオはこのまま一人で戦い続けるの？他の連中はどこで何してるかわからないからな。俺は俺でやるしかないさ。私にできることだったら言ってね。何でも手伝うわ。それじゃあ夕飯にステーキでもお願いしようかな。もう私真面目に言ってんのよ。分かってる分かってる。今のままでも十分に。あれはガンダム！動くな。ディオマックスへおとなしくついてきてもらおう。逆らえば今ここで死ぬことになる。妙なもんくっつけやがって。俺に何をさせよってんだ。このウィングゼロでモビルドールと戦闘してもらう。もちろん実弾でな。よし、始めろ。この位置でライフルを使えばコロニーに被害が出てしまう。ここはそうだ、その調子で戦え。お前の目に何が映るのかを見せてみろ。なんだ？こんなこと人間にできるもんか。やってやる。私はやってやるぞ。ヨセトラント、そのシステムは広がっていく。私の意識が広がっていくぞ。もう少しで全てが見える。もらった。バカめ、パワーでは勝てないということがまだわからないのか。
お前はここで死に、私は栄光をつかむ。それはどうかな。何？相打ちって手があるぜ。うわ離れろ。私は負けない。お前ごときに負けてたまるか。お前が負けるとしたら俺じゃない。ウィングゼロに負けるんだ。私が負けるはずがない。まだわからないのか。人間にはそんなことできやしないぜ。もしできる奴がいたとしたら、そいつは人間を超えた存在だ。俺のしてきたことは無駄だったのか。戦いの犠牲が一人でも少なくて済むように、俺はデスサイズに乗った。それなのにコロニーは戦争の道を歩み始めている。よっ、カトル、久しぶりだな。デュさすがにウィラー家だ。いいビル持ってるな。これもお前が継いだんだろ。今はまだ。姉さんたちが全ての資産を管理してくれてるんだ。僕は行方不明ということになってるから。ガンダムのパイロットだからか。カトル、どこに行ってたんだ。地球へ。ヒーローと一緒に何をするべきなのかを考えるために。で、答えは出たのか。戦うよ。そのために君たちを探しに来たんだ。地球には優しい人がたくさんいる。本当はコロニーもそうだ。みんなが平和に暮らせる世界を作りたい。そのためにサンクキングダムの完全平和主義を守りたいんだ。完全平和か。本当にそんな世界ができるのかな。デュオ？俺はコロニーのために戦ってきた。戦うのは俺一人で十分だ。あんな思いをするのは一人で十分だったんだ。それなのにコロニーは戦争を始めちまった。これからはもっとたくさんの人間が死ぬことになる。俺は信じられなくなっちまってるのかもしれない。俺たちが夢見ていた未来を。平和なんか所詮実現しない夢じゃないかってな。僕は一度過ちを犯した。許されるとは思っていないけど、僕の全てをかけて償いをしたい。それが平和という希望を消さないことなんだ。夢を失ってしまったらそれで全てが終わりだから。そうかもしれねえな。もっとも死神には真っ暗な未来ってのも似合いかもしれねえが。デュオ？やっぱりここは上品すぎて居心地が悪い。そろそろおいとまさせてもらうぜ。よう相棒、お前はどうする？まだ戦えるか？はあ、そうだよな。こんなのは俺らしくねえよ。行くの？やっぱり。ああ、これ以上お前やこの町に迷惑をかけるわけにはいかないだろう。私が一緒じゃダメよね。あ、でもホワイトファングに参加するという選択肢は残っているんじゃない？どうせコロニーのために戦うんだし。なんなら私も軍に戻ってもう一度戦ってもいいし。デュオ。バーカ。せっかく自分の生き方を見つけたのに後戻りしてどうすんだよ。よく聞けヒルデ。奴らは信用できない。ちょっと前までのオズと同じ匂いをしていやがった。でも今のままじゃ全然報われないじゃない。ホワイトファングに行けばあなたは英雄として扱われるのよ。そんなもんに興味はねえよ。俺はずっと死神のまんまでいいのさ。
毒な戦いね。それが俺たちの選んだ道さ。俺たちはコロニーを戦争に巻き込んじゃいけないんだ。優しすぎるんだよ、あんたたちは。だから生きていられるんだ。お前ら機械を相手にだらしねえぞ。まったく俺も人がいいぜ。デスサゼルよ、お前を壊したやつを助けてやるんだからよ。迷ってたって仕方ねえ。俺はガンダムのパイロットだ。だったらやることは一つ。誰だあいつ。あれ忘れちまったの。大事な親友なのによ。すまない。冗談だよ冗談。シャレになんねえな。ディオ、一緒に戦ってくれるんだね。ああ、戦うのは俺たちだけで十分だからな。ディオ・マックスウェル、感謝する、心から。あんまり期待しない方がいいぜ。なんせすぐ浮気するたちだからよ。ヒーロー、ウーヘよく撃ち落とされずに来れたもんだぜ。しばらくの間世話になる。ええ、それで構いません。あなた方に来ていただけただけでも嬉しいです。厄介なものを持ち込みやがったな。こいつはまともな人間が乗る代物じゃないぜ。お前に乗れとは言っていない。お前これに乗ったんだろ。だったら俺には乗りこなせる。同じシステムのエピオンに乗った経験が役に立つだろうからな。エピオン？あのゼクスの乗ってたやつか。お前一体何やってたんだ。やれやれ忘れてたぜ。お前はまともな人間じゃなかったよな。よーし、異常なし。いつ出撃するかわからないからな。頼むぜ相棒。俺は一人で戦ってるんじゃない。誰かの悲しみや希望が背負えるほど俺はできた人間じゃないが、それだけは分かってる。いよいよ最後の大勝負が始まる。状況は不利だけど諦めが悪いのが俺のいいところさ。いかにも人が監禁されてそうなところだな。よしよし。おい、危ねえから扉からできるだけ離れてな。
そこにいるのはヒーロー。おいおい、一体なんてもんを見つけちまったんだよ俺は。つまりゼクスは地球に衝撃を与えたかったのだ。絶大なる力が行使されることで人々の心に戦争への恐怖と平和への絶望を呼び覚まそうとしたわけじゃな。そのためにわしらリブラの建造を手伝い、バイエイトとメリクリウスの再開発も行った。ああ、おかげでえらい目に遭わされたよ。もっともリブラの手法には再考しておいたがな。連続して撃てんのは意図的な設計ミスじゃよ。そうかい。それがあんたたちの罪滅ぼしだってのかい。まさかまさか。それはこれからじゃよ。やっぱ俺見つけるんじゃなかったぜ。心の準備はいいか。ピースミリオンにたどり着くのはわしらのうち一人で十分じゃ。誰かが振り落とされても気にするな。ああ、気にしねえよ。そんな余裕はないからな。行くぞ。こんな中を突っ切るバカはいないぜ。見つけるんじゃなかったぜ。ほらほら、死神と疫病神のお通りだ。死神が死んだらシャレにならねえな。こんなところでくたばるかよ。俺たちはこの戦いを終わらせる。その後に来るだろう平和をこの目で見てやる。必ずだ。ここは俺たちに任せろ。そうだ、そうさせてもらうぜ。俺たちの力じゃ宇宙を一つにできなかったが、地球はまとまっていく。あのお嬢さんの力が、それとも。美しい地球、そしてそれを外から見ることができるコロニー。どちらも人類にとってはかけがえのないふるさとだ。僕はようやくそれを実感している。何もかもを憎んだこともあったし、悲しいこともあったけど、戦いが終わって本当によかった。もう二度とこの平和が壊れないように、僕は新たな戦いを始めなくてはならない。どんなに辛くてももう後ろは振り返らない。この地球で絶望と悲しみ、迷いの中から歩き出していく勇気を教えられたから。僕は過ちを犯した。そして行くべき先も見えない。そんな中で自分を見失わずにいられたのは一人じゃなかったからだ。カトル、動物は嫌いか？大好きだよ。だったら遊んでやれ。こいつらはお前の方が好みらしい。動物は優しいやつが本能的にわかる。戦争にその優しさは必要なのかな？必要ない。戦う時にはな。しかしそれ以外の時間には必要なのだろう。今は戦う時間ではない。
よしよし、この2匹だけだよ、僕たちの監視役は。出ていけってことだな。この国は戦うことを望んでいない。僕たちは揉め事の火種なんだね。ここの司令官も弱点を持っている。それは優しさだ。行くぞカトル。他の船にも連絡をお願いします。これ以上被害を大きくしたくありません。そいつの言う通りにした方がいい。俺なら立ちどころに攻撃している。本当はそっとしておいてほしいんだ。でもそんなこと無理なんですよね。ヒーロー、これからどこへ行こうか。行きたい場所など俺にはない。地球には優しい人たちがいっぱいいる。でもその人たちのところへ行くと、その人たちに迷惑がかかってしまう。僕たちにはどこにも行くところがないんだね。待ってて、僕のサンドロック、今行くからね。敵は最終防衛網で交戦中。司令部の撤収はまだか。急げ。慌てているのは兵士だけだ。他のみんなは落ち着いている。わしらは戦争の付き合いに疲れたんじゃよ。サンクキングダムがロームフェラー財団に問題視されていると聞いたことがあります。多くの国が賛同し始めたからじゃ。いずれロームフェラなんぞ誰も支持しなくなるわ。ロームフェラー財団が危険視するのはサンクキングダムを恐れるからなんだ。完全平和主義が地球で完成できる可能性があるんだ。どうしたボズ。おじいさん、いろいろありがとう。僕行ってみます。サンクキングダムへ。何をする。珍しい男子の方よ。お二人はどちらの国からいらしたのかしら。あら、前を歩いてるのは使用人じゃなくて、お若いボディーガードね。素晴らしい。音楽の才能もあるとは思わなかったな。小さい頃から音楽が好きでしたから。楽器を弾いてると心が落ち着くんです。それにしては悲しい曲に聞こえたが、もう自分を責めるのはよした方がいい。戦いの中では仕方のないこともある。いいえ、人の命のやり取りです。仕方がないでは済まないことです。僕が強ければトロワはあんなことにはならなかったはずです。ノインさん、オズの情報が入ったのではありませんか。ああ、トレーズ閣下の消息は未だに不明だが、オズと反逆者となったトレーズ派の戦闘は世界中で激化している。だが戦況はオズに有利だ。普通のパイロットではモビルドールの機動性についてはいけないからな。僕たちならモビルドールに対抗できると思います。うぬぼれなんかじゃないです。でもガンダムほどの性能のあるモビルスーツならばですが、しかし戦ってモビルドールを破壊したって戦争は終わりはしない。たかがパイロットにできることには限界があるんだと僕ら網をもって知らされたんですから。
行くべき道が見えた。大切なものを守るために僕は戦うことを選んだはずだ。それは間違いじゃない。なんだ、カトル様、カトル様なのか。カトル様だと。みんなお待ちしておりました。カトル様に渡すものがあります。はあ、そうだ。僕はそれを受け取りに来たんだ。行くよ、サンドロック。カトル様、よくご無事で。ラシード、みんな今まですまなかった。そしてありがとう。何をおっしゃいますか、カトル様。俺たちこそカトル様に助けてもらってありがたいですよ。それでカトル様、またガンダムが必要になったのですか。うん、僕にやらなければならないことができたんだ。僕は帰ってきた。この宇宙に僕の果たすべき役目がある。それが僕の犯した過ちを償うことになるはずだ。こんなことは終わらせなくちゃいけないんだ。トロは？そうですか。ウーヘイはやはり。彼には彼の生き方がある。誰にもそれを強要することなどできない。だがトロワバートン、君が来てくれただけでもありがたい。記憶のない俺が何かの役に立つとは思えない。だがそれでも俺はあんたたちと一緒にいることで安らぎを感じている。トロ。ヒーロー。ハワードに頼んでこの機体にもゼロシステムを組み込んでもらった。なんだって？部隊を率いて戦闘を行うには有効なシステムだ。やってくれ。ダメだよヒーロー。僕にはできない。ゼロシステムは、僕にゼロシステムは。僕にはできない。僕にその資格はない。ヒーロー、君がウィングゼロでやってくれ。ウィングゼロはエピオンを相手にする。だが作戦行動を取らなければ俺たちは勝てない。それは分かってる。だからお前がやるんだ。その行動こそがお前の宇宙に対する償いだ。ヒーロー。コードゼロ、それを入力しなければゼロシステムは発動しない。リブラからモビルドール部隊が接近中だ。全機発進してくれ。僕には。システムに負けるわけにはいかない。今はシステムを使いこなすしかないんだ。このモビルドールの動きはプログラムだけのものじゃない。誰かが状況に応じて戦術を変更している。その先を読むんだ。なぜなの？ガンダムがこちらを予測した動きをしている。一体誰なの？モビルドールの先に誰かがいる。これはカトル・ラバーバンウィーナー。ドロシー・カタロニア。
君か、ドロシー・カタロニア。そうよ、カトル・ラバーバ・ウィーナー。今は戦ってる時じゃない。これ以上この船にいるのは危険なんだ。カトル・ラバーバ・ウィーナー、やっぱりだわ。あなたはガンダムのパイロットの中で一番間違っている人なのよ。何のつもりだ？カトル・ウィーナー、私と決闘なさい。ゼロシステム同士の戦いではあなたに負けたわ。でも今度はどうなるでしょうね。あなた自身の意志で戦えると判断したのでしょ。できることなら戦いたくない。でもそうしなければ君たちは投降しないし、戦争も終わらない。そういうことよ。さあ、ゼロシステムと生身の意識、どちらが優れているか決着をつけましょう。嫌だと言ったら本気を出さないの？それとも出せないのかしら。でも私は遠慮はしなくてよ。その純粋さが、その甘さが、その優しさがあなたたちの戦いを敗北させているのよ。そうかもしれない。僕にはこの方法でしか戦うことはできない。でもこんな負け続ける戦いだからこそ、コロニーの人たちを戦火に巻き込まないで済んだんだ。それでは何も変わらないわ。ではどうすればよかったんだ？コロニーの指導者となって堂々と戦争をすればよかったのよ。ミリアルド様のように。ドロシー、それは違う。そして人類の全てに見せつけてやるべきだったのよ。もう戦いなんか見たくないと思わせるような悲惨な戦争を。それがこの戦争の意義だというのか？そうよ。人類から戦争をなくすためには兵器を取り上げるだけじゃダメなのよ。人類の心そのものを変革させないと。それをしなければ人類はお父様のように滅んでしまうわ。君は優しいんだね、僕以上に。そんなこと言われても嬉しくないわね。優しさなんて生き残るためには邪魔なものだわ。人類は生き残るのに精一杯ぐらいがちょうどいいのよ。ドロシー、君はかつての僕と同じなんだ。戦いを憎むあまり自分の優しさを許せなくなる。だけど優しさを否定してはダメだ。僕もトロワに教えられた。全てを受け入れなければいけないんだ。その優しさが人類に必要なんだ。優しくなければ人類なんか存在する意味はないんだよ。そうだろう。生き残ることだけの人類はきっと他人を思いやらない動物以下の種族さ。野郎ども、カトル様に会うまでは誰も死ぬんじゃないぞ。立てるか、カトル。トロはお願いが。僕のことより彼女。心配するな、カトル。あいつは自分を見失うほど弱くはない。そうだね。急いだ方がいい。死なないで。成功の確率はほとんどない。でも何もしないよりはマシだ。大丈夫ですか、カトル様。みんなダメじゃないか、こんなところに来ちゃ。
水臭いですね。俺たちもお手伝いします。多くの人を巻き込んだ戦争、たくさんの悲しみが生まれた。僕たちの手でその終止符を打ちたい。もう誰も悲しむことのないように。僕には同じ思いを持つ大切な仲間たちがいる。だから信じられるんだ、未来を。ヒーローにバスターライフルを渡した。はあ、カトル様、聞こえましたか？ああ、僕らはヒーローの邪魔になる。ここから離脱します。よっしゃ。了解した。離脱する。人類とは愚かな生き物なのだ。悲しみも苦痛もすぐに忘れ果て、新たな戦いの中に悲しみを生み出す。地球を離れコロニーという新しい世界を築きながら、我々は何度も同じ過ちを繰り返してきた。誰かがこの悪しき呪縛を解き放たなければならないのだ。ガンダムのパイロットたちに言わせれば、私やトレーズのこの考えこそが愚かしいことなのだろう。ならば来るがいい。人類の運命をかけて戦え。生き残った者が未来を担えばいい。より良い未来を。私はお兄様以外に話すことはありません。これ以上私に構わないでください。そうはいかない。お前がここにいるとノインたちの気持ちが鈍る。あなたが来てくれるとは思わなかったわ、ヒーロー。行くぞ。待って、私にはまだ。ゼクスか、気の済むようにしろ。俺もあいつに用がある。現れたか。お兄様。リリーナ、お前との話はもう終わっていると思ったが。いいえ、まだ終わってはいません。私は今の考えを変えるつもりはない。とりあえずもこれだけのことをしている。我がリーブラはこの大部隊を受けて立たねばならんのだ。すぐにやめてください。こんなことは無意味です。無意味などではない。たとえ後世に恥じる行為だとしても、この戦闘には十分すぎる意味があるのだ。戦わなければ戦いの愚かさは分からぬものだ。全人類にそれを分からせなければならない。なぜそんな役割を引き受けた？かつてのコロニー指導者ヒーロー・ユイはサンク・キングダムのピースクラフトと共に完全平和主義を完成させようとしていた。一人は宇宙で、一人は地球で。お父様が。私は父の意志を継いでいるだけのことだ。お父様の意志ですって。この戦いが、こんな悲惨な戦争がサンクキングダムの完全平和への道になるというのですか？そうだ。間違っています。平和は戦争から生み出されるものではありません。それでいい。お前はそれでいいのだ。分かった。もういいだろう。ここでお前の役割は終わった。ヒーロー。リリーナ、何としても生き抜いてくれ。ピースミリオンがまっすぐこちらへ突っ込んできます。なんだと？回避できるか？ダメです、間に合いません。全方向開け！何としても撃ち落とすのだ。おい、いくらなんでも無茶だぜ。だが
あれしか方法はない。その勇気に敬意を表する。どうしたのヒーロー？床に伏せて頭を抱え込め。ピースミリオンが突っ込んでくる。被害報告を。手法は完全に使用不能です。エンジンは？若干の被害はありますが 70% の出力で移動可能です。ならばまだ撃つ手はある。待って、ヒーロー。なぜあなたが出撃しなければならないの？リーブラは沈むわ。もう戦う理由なんてどこにもないじゃない。お兄様はミリアルド・ピースクラフトとホワイトファングが負けたのよ。ゼクスは負けたと思っていない。そしてゼクスもトレーズもこの戦争を終わらせるつもりはないようだ。俺は行かなくてはならない。あなたが戦いに出ればこの戦争が終わるというの？ゼクスを倒す。次にトレーズだ。それで戦争は終わる。そしてお前が生き延びれば平和は訪れる。これがお前のためにしてやれるただ一つのことだ。ヒーロー。俺はお前を守ると約束した。お前とこの地球圏を守るためには俺が戦う以外に道はない。そんな。行かせてくれ。ダメよヒーロー。あなた死ぬつもりなんでしょ？俺を信じろ。ヒーロー。ヒーロー、あなたを信じます。さよならリリーナ。全員乗っておるな。大丈夫です。よし、このまま MO2 へ向かう。ヒーロー、応答しなさい。ヒーロー。これ以上は彼らの戦いの妨げになるわ。でもヒーローは死ぬつもりなのよ。ヒーロー、お願いです。応答してください。気にするなリリーナ。命なんて安いもんだ。特に俺のは。君らしくないな。躊躇するのか。貴様こそなぜあの時俺を殺さなかった？見事だウフィ。ドレーズ、貴様。戦いの終焉が近づいている。トレーズ、お前は立派に戦った。後の仕上げは私が引き受けよう。ミリアルド、先に行っているそうだ。レディアン特佐、命令を。ホワイトファングに通達しろ。我が世界国家軍はただいまをもって敗北を宣言する。特佐。く
屈辱は二度も口にしない。通達を急げ。ご立派でした、トレーズ様。地球側が負けを認めた。まさか。だがそれだけじゃ終わらない。ホワイトファングはリーブラとピースミリオンを地球に落とすつもりじゃ。完全平和を作るためには条件がある。一つは全ての兵器を排除すること、もう一つは人々から戦う意志を取り除くことだ。リーブラは落とす。この行動しか完全平和への道はない。来いヒーロー、今度こそこの因縁に決着をつけよう。人類の未来をかけて。ゼクスはここを死に場所と考えている。それは戦いによる潔い結末を求めているからではない。人類粛清の罪を一人で被るつもりなのだ。ヒーローはそのことに気づいているはずだ。気づいているはずなのに。兵の撤収状況は？ 80% は無事生還しました。しかしモビルスーツは壊滅的です。67% は破壊されたものと思われます。よし、残りのモビルスーツは回収と同時に破壊しろ。全ての兵器はこの地球圏に残しておいてはならない。それがトレーズ閣下の意志だ。なるほどね。トレーズ・クシュリナーダも完全平和を目指していたというわけね。何者だ。ようこそ女王陛下。クイーンリリーナ、どうかもうその呼び名はやめてください。少しでも破壊して地球への被害を食い止めなければ。ウフェ。自らの判断で完全平和の道を歩み出した。お前の恋は無意味だ。所詮は血塗られた運命。今さらこの罪から免れようとは思わん。決着をつけるぞヒーロー。未来は見えているはずだ。敵者。殺さない。リリーナが悲しむ。ヒーロー。カドルか。よかった。このブロックはまだ地球に降下しています。わかった。この船の動力システムを破壊する。リーブラ A ブロック大気圏突入まであと200秒。もう限界です。これか。残された手段は自爆装置か。
和のために必要なものがもう一つあった。人を思いやり理解してやる強い心だ。お前のような。お前は純粋すぎる。そして優しすぎる。しかしそうでなければ生きる資格がないということか。ならば私はどこまでも生き抜いてみせる。デクス、誰よりも厳しく戦士としてな。デクス、また会おう兵よ。ゼロよ、俺を導いてくれ。受け取れ、忘れ物だ。任務了解。俺は知らない。やりました。酒井は大気圏で燃え尽きます。ヒーロー来た。やったなヒーロー。当然だ。大した男だ。今わかりました。宇宙の心は彼だったんですね。任務完了。これでいい。未来は強く優しい者の手に委ねられた。行くのか。ああ、俺とナダクがここにいる必要はなくなったからな。お前はどうする？余計なことだったな。奴らに伝えてくれ。俺はお前たちは強いと認めていると。自分で言え。よう語る。具合はどうだ？大丈夫。本当に大したことないんだよ。だが顔色は良くないな。もう少し眠った方がいい。ありがとうトロア。でも平気だよ。ところでやっぱりヒーローとウーフェは来てないのか。仕方ないよ。そういう人たちだもの。それはよーくわかってるけどさ、最後なんだからさ、付き合い悪いぜ。そうだね。もう僕たちが一緒にいる必要はなくなったから。そんな顔すんなよカトル。平和になりゃいつでも会えるさ。もっともこっちから押しかけなきゃ捕まらないやつもいるけどな。さあ、とりあえず乾杯しようや。それじゃあようやく訪れた平和に乾杯。